大阪マッドファミリーに登場するグランドシビックですが、原作でも直感サイド出しになっています。グランドシビックには触媒の前に、取り外し可能な、短いミドルパイプというものがあります。交換も楽なので今回はここからサイドに向けて直接排気するマフラーにします。はい、溶接して。はい。で、もう一回つけて、こいつの長さを決めて、これ、したら、まあ、こういうやつかな。まあ、めっちゃ遊びだけど、マジで。いい感じ。いい感じ？いい感じ。ほら。もうここまで来て。ここからもうちょっとだけ上向けてつなげるだけ。なんで前に出てんの？この辺から出るよ。はい。ああ、治安が悪い。治安が悪い車乗ってるから治安悪いんだよ。違うよ。女子高生の恋愛漫画だよ。恋愛漫画じゃねえじゃん。どこに恋愛要素あんだよ。うわ、うわ。根性焼き。え、そんな位置に行っちゃったの？そんなもん。なんかおかしい。いや、なんか、下がっちゃった。ああ、これちょっとヤンキー。ジャッキアップしてる人見えないな。ジャッキアップがなんか緩まなくて棒刺して。こちらが KP ガレージでよく見てる光景です。ああ、じゃあ、フレームに当てちゃっていいよ。遊びと言いつつ真面目に作業してる。出面が面白すぎる。そこ？はいよ。溶接外しなさい。ほら、先生が切っちゃってるよ。急いでよ。先生がパイプ切ってくれよ。さすが。いや、めっちゃ切る。めっちゃ軽くなりますね。後ろまで来てたやつが1メートルぐらいになっちゃうんで、1キロぐらいの量感になるんで。まあでも、はっけない。逆だね。あ、でもそのコッパー避けれてればいい感じになるってことあ、そうだね。これがフレームだと仮想。そしたら仮想フレームがある。いいじゃん、いいじゃん。確かに。あるある。位置決めて、ここってとこに準備ができない。そっち、全部そっちじゃない？どこ行くんだよ。こうやってやるんですね。あって。勉強になります。知っとるやろ。それで、ためにやるんだったらもう一回貼り合わせして、いいことを確認してから本寄せするけど、遊びなんでやらない。いいよ。まあそれでつかなくても知らないよって話。そう、本寄せとした後、うわ、角度ちげえってなったら、やり直して。じゃあ、皆さんのために失敗します。何それ何それまあまあいいよいいよ、本寄せとしていい。多分大丈夫だと思うよ。はい。結構上向きましたね。うん、そうそうそう。だからここフレームをかわしてって感じだから、いい感じだと思うよ。はい。じゃあ頑張ってもらいましょう。はい、キープ。僕は一回切る。フランジは今まっすぐつきそう。出来たてをつけるから。出来たてをつけるからそう。出来たてほやほや。いや。いや、その角度で釣りだ。どうやって釣ろうかな。ボディに穴開けていいの？いいですよ。軽っ。ボディ穴だらけなんで。まあまあさっき俺覗いたけど。いいですね。ああいいね。ちょっと融通もきますし。まあまあそうだね。ちょっとここはへこんでるんでいいですね。そうだね。狙いましたっつって。はい。ここマフラー用なんですよ。ステを考えよう。はい。いや、今 KP さんにこれもらったんだけど、これ H 君のアルトもらった時にも真ん中の直感でさ、まっすぐ出てた時あったじゃん。だからアルト H 君のアルトのボディの下にもついてたんだけど、これすごい便利だなと思ってたんですよ。何それ？
上からもボルト、下からもボルトが出てるマフラーをするための専用の何かです。ボディに挟んだ。ボディの間に挟むんです。そうフロアに穴開けてまずこれつけて、でマフラー側にこういう、穴が開いてる姿勢を溶接すれば、もうそれがもう釣りゴムになる。なるほど。これ便利ですね。便利ですね。めっちゃ便利です。欲しかったんですよ。ありがとうございます。マフラー屋さん。 3000円のあ、わかりました。なんか全てのものを含めても安いと思うよ。それでわかる。ゴム太郎防振ゴム。YouTuber らしいことしてるよ。マフラー作る人はぜひこれおすすめです。本来の用途以外には使用しないでください。それでもうちょい完成。外して、またこういうこういう説。じゃあちょっとお面取ってもらっていい？シビって食感がつく日が来ちゃいました。うん。楽しみですね。下こ行こう。下こ行こう。うんとは言わないよ。はい、完成。ありがとうございます。いいよ。できちゃった。できちゃった。ねできちゃった。遊びます。音聞いて。できちゃった。これだけよ。うん。このフロントのバルクヘッドのあたりから本来は後ろまでね、このうねうねとしながら行くんだけど、たったこれだけ。うん。めちゃくちゃ悪いよね。かなりの軽量化だね。じゃあ後ろ外そうか。それはまた後でやる。あ、つけて。つけちゃいました。